日は大学芋を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、大学芋を作っていきたいと思います。私のチャンネルでもね、以前何回か大学芋はご紹介してるんですが、今回はですね、揚げずにたった油大さじ2杯で作れる作り方をご紹介していきます。タレの作り方などもね、いろいろポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、お砂糖、お水、お醤油、みりん、黒ごま、サラダ油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずさつまいもなんですが、今回2本で約 400g になります。品種に関しましては金時芋を使っていきます。金時芋はホクホク系のお芋になります。こちらはお好みの品種のさつまいもを使っていただいて OK です。そしてその他の材料はね、とてもシンプルで、お砂糖、醤油、みりんで味付けしていきます。今回はですね、揚げずに作っていくので、サラダ油もたったの大さじ2杯で作ることができます。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずですね、さつまいもを乱切りにしていきます。最初に両先端を切り落としましょう。今回皮ごと使っていくので、必ずきれいに洗ってから切るようにしてください。そうしましたら、あとはこちらを一口サイズの乱切りにしていきます。包丁を斜めにして切り落とします。さつまいもがね、結構硬いので手を怪我しないようにだけ注意してください。そしたら切り口を上にして、また包丁を斜めにして切っていきます。これを繰り返しましょう。はい、このように切ってください。そして切ったさつまいもはですね、すぐボウルに水を張ってこの中に入れましょう。そして軽くアク抜きをします。そうすることでさつまいもの変色も防げます。そしたらね、残りもう1本も同じように切りましょう。さつまいもを選ぶ時なんですが、できるだけね、表面が綺麗なもので、あんまりひげなどがついてないものがおすすめです。では切っていきます。できるだけね、全体の大きさが均一になるようにね、切っていきましょう。はい、 OK です。そしたらこちらも水にさらして、このままあと3分ほど置いといてください。それでは続いて大学芋のタレを合わせておきます。フライパンの中で加熱しながら混ぜてしまうと、お砂糖は結晶化してしまいますので、最初にね、お砂糖をきちんと溶かしておきましょう。まずお砂糖、そしてお水、あとはお醤油、そしてみりんを加えます。こちらをよく混ぜましょう。はい、これでお砂糖のシャリッという感じがなくなれば OK です。こちらを使うまでこのまま置いといてください。はい、3分経ちました。そしたら一度水を切ります。水を切ったらそのままボウルに開けて、上にふんわりラップをかけてください。そして空気の出入り口をね、1箇所作っておきましょう。それではこちらを電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、3分加熱しました。そしたら一度ね、ラップを取って、この中をね、一度軽く混ぜてください。これで加熱ムラを防いでいきます。全体的によく混ぜたらもう一度ラップをします。ではこちらをもう一度電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、3分加熱しました。ラップを外してください。このようにさつまいもに火が通ってれば OK です。心配な時はね、一度竹串を刺して火が通ってるかチェックしてみてください。そしたらね、まだちょっと底の部分に水分が残ってたりする場合がありますので、一度ざるにあけてください。そしてこのようにね、しっかり水分を切っておきましょう。それでは今からこちらのさつまいもを焼いていきます。ではまずね、フライパンにサラダ油です。全体に一度伸ばしましょう。今回はちなみにね、24センチのフライパンを使ってます。はい、で全体に広がったら火にかけます。火にかけたらもうこの段階でさつまいもを入れちゃいましょう。そしてね、さつまいもの断面が底につくように並べます。火加減弱めの中火ぐらいです。これでさつまいも全体に焼き色をつけていきます。ここでね、さつまいもに水分が残ってたりすると油跳ねの原因になりますので、きちんとね、水分を切ってからさつまいもを入れてください。このよう
風にジュワジュワっとしてきたら火加減中火です。はい。でね、いい感じに焼き色がついてきたものから裏返します。焼き色がついていない断面を下にしてください。このぐらいですね。この焼き色を目安にしてみてください。こうやってひっくり返してる時もやけどしないようにだけ注意しましょう。火加減は中火から弱めの中火ぐらいで調整しながらね、焼いてみてください。はい、そして全体に焼き色がついてカリッとしたものから取り出します。だいたい4分から5分ぐらいを目安にしてみてください。はい、さつまいもはね、このように焼き色をつけます。表面もね、サクッとした仕上がりになってます。そしたらこのまま一度油を切っておいてください。ではね、このフライパンに残った油は拭き取ります。油の量が多い時はね、そのまま何かお料理に再利用していただいても OK です。はい、そしたらこちら混ぜておいたタレを入れてください。そして火にかけます。そして中火にかけてこのまま少しとろみがつくまで煮詰めてください。ここでね、あんまり煮詰めすぎると今度はね、カチカチに固まってしまいますので、煮詰めすぎにはね、注意してください。今中火で2分加熱しました。そうするとね、このようにちょっととろーっとね、軽いとろみがついてきます。このぐらいになったら火を止めてください。目安としてはこのぐらいですね。シャバシャバではなくてちょっと優しいとろみがつくぐらいですね。このぐらいになったら OK です。そしたらもう一度火にかけます。火にかけて、そしてさつまいもを入れましょう。あとは黒ごまですね。そして全体に絡めていきます。はい、そしてね、さつまいもを入れたらだいたい1分から1分30秒ぐらいですね。このように煮絡めてください。はい、 OK です。このようにタレもしっかり絡んで美味しそうに仕上がりました。それでは盛り付けたいと思います。はい、これで大学芋の完成です。こんな感じに仕上がりました。タレが固まることなく美味しそうにね、絡まってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。お芋がホックホクです。そしてこのタレもしっかり絡んですごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の大学芋のポイントです。まずさつまいもの品種に関してなんですが、今回私は金時芋を使ってます。金時芋はね、どちらかというとホクホク系のお芋になるんですが、こちらはお好みのものを使っていただいて OK です。そしてこのさつまいもはですね、食べやすい大きさに切っていただいて、その後軽く水にさらして、そして電子レンジで加熱してください。そうすることで時短することができて、さらにですね、少量の油で揚げずに作ることができます。そしてさつまいもを加熱した後は大さじ2杯の油で全体に焼き色がつくまで焼いてください。そして焼き色がついたら油を拭き取って混ぜておいたタレを入れて煮詰めてください。このタレに関してなんですが、加熱しながらフライパンの中でね、砂糖を溶かしてしまうとお砂糖が結晶化してしまいますので、必ず全部タレの材料を合わせて、そしてお砂糖を溶かしてから加熱するようにしてください。そしてタレに少しとろみがついたらさつまいもを加えて、そしてその後黒ごまを加えてしっかり絡めて仕上げてください。ここで注意していただきたいのが、タレを煮詰めすぎると大学芋のタレが飴状になって硬くなってしまいます。なので煮詰めすぎには注意していただけたらと思います。少しとろみがつくぐらいを目安に作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は大学芋を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。